今回の底力はこれだ。超巨大重機。発見日本の底力。〇〇とは抜群の嗅覚で知られざる日本の底力を嗅ぎつけすぐに飛んでいく私のことです。ご案内いたします。この番組を見れば超巨大重機の底力に遭遇できるでしょう。まもなく超巨大油圧ショベル EX5600 です。なんだありゃ、恐竜みたいに大きいな。そう、これこそが日立建機が世界に誇る超巨大油圧ショベル EX5600。2階建ての住宅を優に超える身長20メートル、腕の長さ15メートル、体重は550トンにもなる。そしてお値段なんとおよそ12億円。街でよく見かける重機と比べるとその差は一目瞭然。日本での導入は今のところ1台、世界中では約200台が活躍している。そして今回特別にこの EX5600 の操縦室に入れることに。これに乗るためにはまず折りたたまれているタラップを下ろす。17段のタラップ、これを登ってもまだ操縦室は現れない。次にまるではしごのような階段。登った先にはようやくたどり着いた。ここまでおよそ40秒。これが EX5600 の操縦室。操縦席の両脇にはアーム操作レバー、足元には前進後進をするためのフットペダル。その動きを手で操作することもできる。2つのエンジンをコントロールするためのスイッチが並び、もちろんエアコンも完備している。その座り心地の良さそうなシート、実はエアーサスペンションを装備している。どんな現場でも安全に疲れず操縦できるようになっている。へへへ、いい眺めだ。人間が小さく見えるぞ。巨大すぎるので周辺の安全をカメラで確認。操縦室のすぐ下にカメラ、アームを挟んで反対側にもカメラ。もちろん後方にも同じようにカメラがついている。
この4つのカメラを駆使し全方位を確認することができる。巨大すぎるがゆえの安全対策となっている。なんでこんなにでかくなっちまったんだ？その理由を探るため、これまでの歴史を遡っていきましょう。日本が高度経済成長期と呼ばれた1970年代、高速道路や建物などの建設が急ピッチで進められるようになった。人の力だけでは到底及ばず、そのためには今までよりももっともっとパワーのある効率的なショベルが大量に必要だった。そこで注目導入されたのが油圧式というもの。ワイヤー式の頃に比べて油圧を使えばよりパワーのある作業を行うことができたんだ。まさにショベルのアームを伸び縮みさせる時の筋肉みたいなもんなんだな。油圧とは油で作り出したエネルギーで機械を動かす技術のこと。小さな力で大きなものを動かすことができる。ただ当時の日本は油圧の分野で遅れをとっており、海外の技術にはかなわないところがたくさんあった。各社開発競争にしのぎを削る中、日本初の純国産技術による油圧式ショベルの開発に成功したのが現在の日立建機だった。基礎工事現場では小型で小回りの利く UH-03 が特にその威力を発揮します。その操作性とパワーがあらゆる現場から引っ張りだことなった大ヒット製品、その名も UH-03。 またまた登場します。実はこの UH-03、 U は万能を表すユニバーサル、 H は油圧を英語でハイドロリック、03はバケットの容量を表す 0.3 立方メートルという意味で名付けられた。実に油圧愛を感じる名前だね。前進、旋回、その万能ぶりを発揮。さらにこの UH-03 がすごかったのは、これまでになかった2ポンプ2バルブという2つの油圧を同時に調節できる技術が導入されたこと。運転席の視野は広く、レバーは軽快です。運転は30分で覚えられます。現在では機械遺産に登録されるなど、今活躍するショベルの原型ともなっている。誇らしげに UH-03 が展示されている日立建機土浦工場では、その子孫たちが作られ続けている。 UH-03 に始まり、改良に改良を重ねた油圧ショベル。その底力にはやはり人の力。日本人らしい繊細で丁寧なものづくりの姿勢があった。これまでの売
売上のグラフを見ると、当初はほぼ国内だけだったのが、どんどん海外での需要が増えていったんだ。まさに油圧ショベル大国だね。こうして作られた油圧ショベルは現場のニーズに合わせ年々高性能化してきた。今では活躍する場面も多種多様。土木現場だけでなく林業、解体、地雷処理の現場、そしてマイニングと呼ばれる鉱山などにも使われている。油圧ショベルはさらに大きく超巨大と呼ばれるサイズも。一番小さいものと比較するとその質量差は約1000倍。ここは超巨大重機専用の工場です。太平洋を望む茨城県ひたちなか港。何やら順番を待っているようなオレンジ色の重機たち。そのすぐ近くに超巨大重機専用の工場があった。なぜひたちなかなのか。大型の船が停泊でき、実はここ世界中の国や地域に効率よく機械を届けることができる場所なんだ。だからここが選ばれたんだ。全長が約 1.6km あり、製品を一方向に流れるように5つの工場を配置して生産効率に優れた工場です。そう、超巨大重機を製造するには製管、組み立て、塗装と工程ごとに工場が分かれており、移動しながら少しずつ完成に近づいていく。まずは製管工場。うわー、すごい。これは一体何を作っているんだろう。製管とは一つの鉄の塊からさまざまなパーツを作っている場所。パーツが大きすぎてわからない。これは EX5600 のブーム。巨大なパーツを取り扱うにはロボットでの作業が難しく、人間の技術に頼らなくてはならない部分が多い。だから溶接を行うのは人の手。組み立てるためにさまざまな部品を揃えるのがラインフローグループ。広いスペースにさまざまな部品が整理して置かれている。やるね。一つの重機を組み立てるのに1000種類以上もの部品が必要になることも。
それを期日通り正確に組み立て現場へ届ける。なんだかここ忙しそう。製管工場やラインフローグループからさまざまな部品がここに届けられる。人や車が常に行き交うため、何よりも安全が第一。歩行者通路、車両通路、そして横断歩道。自動走行のフォークリフト通路は決まっていて、事故を起こさないための細心の注意が色分けによって施されている。ここは製管工場で作られたものなどを組み立てる場所だ。この塊のようなもの、実はエンジン。コンテナハウスのようなものはなんとラジエーター。こちらはブームの付け根部分。そして階段付きの建物、実はダンプトラックの正面部分。でかすぎる。こうして巨大すぎてわからなかったものがようやく形になっていく。ここでライン生産とセル生産の違いについて説明しよう。ライン生産はなんとなくイメージがつくかな。ひたちなか臨港工場で生産している超巨大油圧ショベルは一つの工程を別々のグループで作業していて、後から完成したパーツ同士をくっつけるというセル生産方式を採用している。超巨大重機のようなオーダーメイド的に作る製品にマッチしたやり方なんだ。ほー、なるほど。各工場での作業が一つになって動き出した。車体は見慣れたオレンジ色へと変わっていく。そして立派な日立建機の製品へと生まれ変わっていく場所。この重機たち、色に注目してみてほしい。昔から日立建機といえばこの色、リライアブルオレンジと呼ばれているんだ。ちなみにモデルとなったのはこれ。実は湘南電車のこの部分の色がヒントになっているらしい。なるほどね。ペンキの塗りたての匂いだ。まんべんなくしっかりと色をつけるためのひと手間がこれ。特殊なヤスリを使ってわざと傷をつけることで塗料ののりを良くしているんだとか。
すごい。品質を保つための見えない技。そしてこれらの超巨大重機が誕生する。やっと完成と思いきや、ここでも驚くべきことが。超巨大すぎるので一度船に乗るサイズに分解しなきゃいけない。そんな。これで港に運び、船に乗せて海外へレッツゴー。次は超巨大重機の未来です。マイニング製品は、最低10年間稼働し続けなければいけません。耐久性、信頼性でですね、現在非常に高い評価をいただいております。高い生産性を求められる世界中の鉱山では、機械の故障により長時間ストップすることは許されない。24時間365日安全に働き続けるのが日立建機の油圧ショベルをはじめとする超巨大重機だ。遠く離れた場所からの遠隔による操作やリアルタイムでのモニタリング、耐久性やパワーはもちろん、安全で効率的な運行が可能となっている。またAHS 鉱山用ダンプトラック自律走行システムを活用。鉱山によって違うさまざまな環境下で安定した自律走行を実現している。そしてこちらは世界初の取り組み。なんとエンジンレスフル電動ダンプトラック。電力を取り込みながら走り続ける。底力の進化は止まらない。油圧ショベルの大きさ、景観構造物の一人一人の心のこもったものづくり、それが集約されたものだと思っております。
国内ではまずお目にかかれないようなスケールの大きさ、そのスケールの大きさ特徴を生かして世界で活躍できる、貢献できるというところが一番の魅力的なところかなと。皆で協力して組み上げるというところに非常に魅力を感じております。各職場なりのこだわり、使命感というのがやっぱり人それぞれ違うところはありますので、そういったところが日本らしいかなと感じております。私たちの機械は世界中で稼働しています。圧倒的スケール感とリライアブルオレンジの融合は唯一無二の存在と認識しており、誇りに思っております。あとはやっぱり他の製品よりもいい色だなと思っております。研究所作る人はいきます。構えてよし。私たち作る研究所はものづくりの改善改革に全力チャレンジします。私たち作る研究所はものづくりの改善改革に全員チャレンジします。よし。私たち作る研究所は自らの仕事を理解し役立てます。よし。私たち作る研究所は常にルール忠実に仲間と確認します。よし。完全に。はい。いいね、熱いね。これが日本の底力だ。わー！お気に召しましたらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。